大丈夫です。おっす。じゃあ、この間は、この背中の方に蹴れる蹴りをキャッチして高く上げて顔を守る。でまずはひねることで相手のバランス崩してそこから投げていくか、もしバランスすごい崩れたらここに手入れて回すとここに回ってアキレス腱取れますね。これが最初の一つ。もう一つはキャッチして首で足もそのまま日本滑りで効果を取るか、もしくこの足で絡んじゃってこの膝で邪魔になってきたらここ後ろから手入れてここ掴んで峠掴んで足を伸ばして胸で足を潰して回って最後にまで来ます。これが2番。これ相手正面に落とす場合。それから後ろに倒す場合。同じようにキャッチしてツイストする。相手が頑張ってバランス取ろうとしてこっちに起き上がる。こっちに。そうすると逆にこっちに入ってお内刈りがやりやすい。相手がこうやってバランス取ろうとする、起き上がろうとする。お内刈りにつながります。で、この内刈りの一つのポイントは、お内刈りやるときは、こういうふうに正面、背中の方向に落としたい。だからこういうふうに今、背中そっちの方向いてる場合だったら、自分の足を後ろに回す。後ろ回してやるとやりやすいですね。相手の背中の方に落とす。今のこの状態でまっすぐやろうとするとやりづらい。この膝も邪魔してくるし、やりづらいんですよね。こういうふうに入る。こういう形になるとなかなか入らない。だから回して落とす。背中の方に。もう一つこっち。もう一つは足払い。それをキャッチしてツイスト。で、これやろうと思ったんだけどなんか足が届かなかった。なんかうまくいかない。そのまま押してステップして足払い。このポイントは相手を押して前に歩いていくようなイメージ。そうすると相手がこういうふうにケンケンする。足が浮いた時に足払いかけると倒れやすい。足がペタッとついてる時に足払いかけても倒れない、ね。そのタイミングが大事。こういう形。最後のパターン。これ加藤先輩が何年か前に、夏合宿で教えてくれたすごい気に入った技です。今度はキャッチして前の足を後ろに引く。で前の手で相手のももをまっすぐ下に落としながらこういう木立ちに下ろします。下ろす。そうするとこういうふうにテイクダウンできます。ポイントは前の足を引いて相手の足をこういうふうに開く。よし。こういうふうにでこれをしっかりここカップして。でここからのフィニッシュはアキレス腱が取りやすい。足お尻の方に入れて座って帯にかける。ここまでかけると反則になります。膝に負担がかかるので注意してください。帯にかけてでこの足はこの内側で膝を締めて固定する。で手をずらしてこの骨が足なんていうかかとの上の方に引っかかるように引っかかる。でここを締めて、そしてグリップはいろいろある。
手の長さによって自分がやりやすいグリップ探した方がいい。俺はこういうふうにフィガー4をしてでの一番楽にしっかり決めますね。だけど手が届かない人がいますね。そうすると普通にこういうグリップでもいいし、あと自分の道着を引いて掴んでこれでできるし。でもし決まんなかったら、これで決まんなかったら、ちょっと外にひねると決まります。向こうを見る。これで決まんなかったら、ちょっとひねる。決まります。はい、もしアキレス腱には自信なかったら、これでもどっちでもいい。こういう背中について倒れた場合は、アキレス腱でもいけるし、あとはこの足をこっちの手に変える。まあズボンが出てるとズボンでもつかみやすいんで、これをパスして引いて日本のベリーまでいきます。でしっかり道着持ってこうかこういうアキレス腱やるかパスして日本ベリーでこうかで、また日本ベリーから寝技につながりますね。あともう一つは、例えばこうしてこういうふうに、膝十字でもあるですね。はい、いろんなパターンありますけど、自分はやりやすいパターン一つ決めて練習した方がいいと思います。おっす。